で今回は9キロ痩せた方法について皆さん知りたがってたので、分かりやすく丁寧にね教えていきたいと思います。でまずはじめにですが、イントロにもあった通り、うちの痩せているから〇〇とか太っているから〇〇とは思いたくなくて、痩せている時も〇〇太っている時も〇〇、どっちもオーライみたいな感じでマインドの方をですね考えてほしいというかって思っています。ジョゼルとして今回はダイエットなんですけど、正直最初に言っちゃうと、私ですね筋トレが大の苦手なんですよ。だからダイエットって筋トレとか言わないと思うけど、やっぱり食事が8割っていうのには理由があるんだなと思って、私は食事と習慣とマインドのほぼ3つでですねダイエットしました。運動を全くしてないっていうのは嘘になります。ウォーキングもしたりしてますので。筋トレっていうタクトレだったりジムに行くっていうようなガチガチの筋トレは行っていません。行わずに9キロ痩せた方法を皆さんに伝授したいなと思います。それでは本題に入っていきましょう。前の食事と生活をですね軽く振り返りたいなと思います。食事はだいたい朝昼晩必ず炭水化物を食べる生活をしていました。でもその炭水化物少しとかじゃなくて、おにぎり1個とかじゃなくて、和食があるじゃないですか。和食を3食食べているような感じでしたね。一般的にしたらそんなに食べてない方っていうか、普通に食べてるのになんでちょっと重いんだろう、体重なんでちょっとむくんでんだろうみたいな感じでした。もともとですね運動部っていうのもあって食欲は全然落ちなくて、残飯処理班って言われるぐらいじゃないけど、結構食べる人だったんですね。朝昼夜もだし、プラス夜食も食べたりおやつを食べたりっていうか、気晴らしにお菓子を食べていたとかが多いですかね。で生活においてですが、アルバイトをやっていたんですけど、必ず何かしら買って帰るっていう習慣がねついていました。帰りは歩きだしみたいな感覚で、結構脂っこいものを買ったりしてしまうと結局意味がないので、そういう生活をしたり、運動はもともと嫌い、ウォーキングを頑張ってやろうかなみたいな感じだったんですけど、全然効果は現れずっていう感じですね。食事と生活をですね振り返りたいなと思うんですけど、炭水化物を一気に減らしたっていうのはあるんですね。朝昼夜の食事において炭水化物は1日1食のお昼に一番エネルギーを使うだろうなっていうお昼に回していました。一番大事にしていたのがその一人前を意識して食べるっていうところですね。残飯処理班って言われていた私ですので、一人前ってどれくらいなんだろうっていうか、それを意識してゆっくり噛んでですね食べれることを意識しました。おやつは本当に痩せたい時はなしにしていましたね。買ってももらわず買わず家に置かずっていう感じでした。アルバイトについてですが、アルバイトに買うものもできるだけ頑張って我慢して、もう帰るだけだよっていう感じだったので、あえて10円だけ持っていくとか、もうほぼ何も買えないじゃんっていうような状態で外を出たりして、ペイペイもできるだけもう残高ゼロに近い状態にしたりして工夫を凝らしてました。早速ですが食事に入っていきたいと思います。本当に参考程度に聞いてね。朝はあんまり家に出ない生活が多いので、正直、朝が少ないですね。めちゃくちゃ動かないので、朝はナッツ 15g とハイカカオチョコ1かけら、もしくはプロテイン飲んでいます。プロテイン飲んで、お水をねちゃんとしっかり飲むように意識しています。はい、朝はめちゃくちゃ少なめです。なのでこれは学生さんには全くおすすめしない食事なのですが、でも正直高校生とかダイエット必要なくて、マジでこんなにいらないと思うんだ。私おすすめするのは野菜スープとか具沢山野菜スープを普段の食事と変えてやってみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。でお昼は好きな鍋と米 120g ぐらいにもずく酢、納豆とお酢混ぜたものとキムチを食べています。で夜がお昼の残りの鍋1人前ともずく酢プラストマトだったり食べています。藁が空いたら、夜でしたらホットミルクに蜂蜜を混ぜて、蜂蜜をスプーン1杯分入れて混ぜて飲むと結構お腹が満たされるのでおすすめです。で小腹空いた時、その夜以外はどうしてるのって言われるんですけど、まずは水を飲むっていうのを試してほしいですね。意外と水を飲んでいなくて小腹が空いちゃうっていうことがあるので、水を飲んで、それでも無理だったら外に私はウォーキングして逃げます。逃げるがお風呂に入って湯船使ってあえて時間を使うっていうのはおすすめです。
本当無理ってなったら、正直納豆とか別に食べてもいいと思うし、そこまで食欲があると体は無理してると思うから食べていいと思います。見ての通り私鍋ダイエットみたいなことをしているのですが、鍋に関してはすき焼き鍋以外だったら特にこだわりはありません。すき焼き鍋はどうしても砂糖がね含まれるので、甘くて美味しいし、ご飯進んじゃうじゃん。あれこそご飯ないと無理じゃないですか。だからキムチだったり普通の鍋をね食べていました。お肉はやはり鶏肉ですね。豚肉より鶏肉に変えてしっかり噛んで満腹ジュースを刺激するっていうのを意識していました。揚げ物も控えていましたし、パンを食べるよりかは米を食べるっていう選択肢をとっていました。それ以外だとトマトとチキンとブロッコリーが入ったおかずになるんですけど、それはめちゃくちゃおすすめです。なので今度ぜひ皆さんにね紹介したいなと思っているので、そちらの動画もねお待ちしていただけると幸いでございます。ダイエット中はですね、自炊とかいろんな料理を試してみるっていうよりかはいっぱい作ってストックしたりして食べるものがそれ以外ない状態がおすすめかなと思います。旨味食いが多くなっちゃって味見でですねいっぱい食べちゃったりとか、美味しいと止まんないしね、ダイエットする上でどこまでいかにヘルシーにしつつも味わって食べれるかっていう料理を探して、それをルーティン化して食べていただくのがおすすめかなと思います。食べる回数は1日3回ですね。5食食べていた私からしたら大きい成長かなとは思うんですけど、あとは1人前を意識して食べるようにしていました。もちろんおかわりは控えていました。あとお腹いっぱい食べないっていうのが、みんなにとってね、私にとってもちょっと難しいポイントではあるんですけど、お腹いっぱい満足するまで食べちゃうと次何か入れた時にもっと食べれるようになっちゃう気がするんですね。胃が伸びるというか、やっぱ腹8分目っていうか、もっと食べる、まだ食べれるともっと食べれるの違いが分かれば大きいのかなと思います。もっと食べれるは多分食べなくてよくて、待って、日本語見せまだ食べれるけど大丈夫かなってなったらやめる合図だと思うんですよ。食べようと思えば食べれるんだけど、いただきますの段階の空腹よりか落ち着いたかなっていうその合図ですね。極端に食べないっていうのは良くないので、食べようと思えば食べれるけどいいかなっていう普通なんだけれども意外とむずい、そのゆとりというかマインドというかが持てればダイエットはね大きいかなと思います。食事制限は極端にしすぎず、前の食事の 3,4 割ぐらいヘルシーにしていただければちょうどいいと思います。結局何より継続なので。私の例えで置き換えると、サラダチキンじゃあ3食とブロッコリーとゆで卵1個と、米 120g 食べれば、痩せるのは分かってるし、分かってるんだけど続けられるかなってなった時に多分1週間でギブするし、もう本当にダイエット期間みたいな、そういう食事法でしか捉えられなくて、食べればヘルシーに痩せられるかなってなった時に、鍋だったら美味しいし飽きないし、夏も普通に食べたいと思うぐらい好きだし、でも水分量も多い野菜とかいっぱい食べればお腹も満たされるしいいんじゃないかと思って試してみたら、やっぱり楽に痩せられましたね。普通に1人前食べて満足して、あるんだったら目指す先がそれは根性もね入ってくるとは思うんですけど、やっぱり続かないものは続かないと分かってる場合は、鍋だったり、それこそ私が紹介した鶏肉とトマトの煮込んだものとか、それは普通に美味しいし、それを一人前食べるっていうのを意識してもらうことが大事だって、そうですね、極端にしすぎないことがポイントだと思います。継続できる 3,4 割ぐらい、自分が絶対反動来ないだろうっていう下のラインまで下げてもらって、それを続けるっていうかがポイントだと思います。で、もずく酢、納豆プラス酢、納豆酢って言ってるんですけど、納豆酢、トマト、キムチ、ナッツとハイカカオとか、そこあたりはですね、もちろん肌にもいいし健康にもいい、よくて食べているっていうのはあるんですけど、このもずく酢、納豆、キムチ、トマトあたりって、小皿にね移すものだったり、ミニサイズなわけなんですね。もずく酢を私は必ずメイン食べる前に食欲ちょっと落ち着かせるためにね食べてます。そうするとね、割と
落ち着いてご飯が食べれるというか、だし体にもいいし、吸って体にいいっていうのを分かってたので、一石二鳥みたいなことをするのが好きなのでやってたんですけど、本当におすすめだと思います。いつでも痩せた気もします。立ち食いとかつまみ食いとか頑張ってやめていただきたい。そういうのをね、してる時ってやめれないんだよね、正直。けど、頑張って座って、食べてもいいけど一旦座って本当に言うかなみたいな考えるっていう時間も必要だと思います。もう癖になっちゃってるから、もう癖をどっかでピッて切る必要があると思うんですね。ダイエットはやっぱり何もかもがね、簡単にうまくいくっていうわけではない。そういうメンタルの面においてはね。食事もですね、テーブル意識に並べてから食べる。もう冷蔵庫からガーって食べちゃうこともあるんですけど、それは良くないし、行儀も悪いじゃないですか。だから頑張ろうねっていう感じです。無理に間食をしない。お腹いっぱいまで食べないでほしいっていうか、食べるとキャパがどんどん入っちゃう。キャパが増える。わかんないけど、日本語。大きくなっちゃうから、できるだけ無理って思ったら、親に食べてもらうなりの、もう半分残っているんだったら、それは次の日のおかずに回してもらうとかですね。それをもうラップして冷蔵庫にしまう。視界から消すっていうのが大事だと思います。ここまで来たら食べちゃってもいいでしょうっていうのが当たり前に続いていたので、難しい人もいると思うけど大丈夫。慣れ。食べる時なんですけど、ペースト状になるまでですね、ゆっくり噛んで食べていただきたいですね。食事中はですね、コップ水一杯をこう添えてほしいです。飲んでとは言わないけど、添えるだけでも大きいですし、意識が変わると思います。あるかないかで。で、ジュースはもちろん控えてほしいですね。私が最も食事中で気をつけたことがあるんですが、食事中はですね、好きな人もしくは偉い人を目の前にして食べていると思っていただきたいですね。はい、正直ここで言うのは恥ずかしいんですけど、私痩せたのって恋愛してたからなんですね。そうなんですよ。だから説得力ないかもしれないけど、結局、今何もなくてでも痩せてるわけじゃんってことは、何かしら継続力というか習慣しているものがあるから伝授できるかなと思うんです。その食事についてなんですけど、好きな人の目の前にとか偉い人目の前にして食べる時ってお米すくう量とか少なくならないですか？ゆっくり食べるし、ゆっくり口に運ぶし、米粒なんてここにつけたくないじゃん。だからもうできるだけ米も小さくすくって、もう分かると思うのよ。想像できると思うの。男子はちょっと分からん。それを意識してもらうと背筋も伸びるし、食事も変わると思うの。で、別に好きな人いないしっていう場合は、偉い人とか、この人に気に入ってもらえれば私は成長するチャンスがあるみたいな、そういう本当にレベルアップできるチャンスみたいな、そういう方、そんな方とねまだご飯行ったことないんですけど、そういう感じで、気に入ってもらうためにじゃないですけど、食より喋ることだったりアピールすることがメインになったりすると思うんですね。食事に集中するなとは言いたくないんですけど、少しでも丁寧に食べてるとこを見られたいとか、丁寧に食べるようにしたいとか、他人に好かれるためにやってって言ってるわけじゃないけど、自然といざどんな状況が起きてもできるようになると思うんですね。自分の武器っていうか、綺麗に食べるっていうのもね、持ってて損はないことですので、ぜひやってみてください。いただきますみたいな、いただきますっていう感じでなってました。はい。運動についてですが、大事なものは自分が好きな運動を探すっていうのが第一のポイントになります。ヤゼルの場合ですと、ウォーキングをすることとダンスだったりすることが運動の中で一番好きなものというのに気づきました。家でやるタクトレとかはですね、好きというよりかはけじめとして皆さんやっているとは思うんですけど、それは食事で頑張ってる分無理なんよ。筋トレもみたいな、無理ってなってんで、好きなものをね、前の生活よりプラスに少しでもできていれば、結局はオーライ、結果オーライって話ですので、ウォーキングとダンスを頑張っていました。ウォーキングはできるだけ6000歩以上歩くように心がけていました。次は筋トレですが、切ってないって言ったら全くの嘘になるんだけど、大体は食べた次の日とかにマイナスにするために出たっていうのはあります。筋トレはね、
この2つ、腹筋とお尻の2つだけにはなるんですけど、それをやって湯船に浸かったりしてっていう、ほんと食べ過ぎた次の日だけタクトレだったかなと思います。ダンスに関しては単純に好きな歌に追って踊っているだけなんですね。 K-POP を踊れば踊ってもいいですし、何を踊ってもいいです。で、私が一番おすすめするのがですね、ベリーダンスっていうんですけど、セクシーなねが周りを動かしたダンスにはなるんですが、なんでいいかっていうのをね、私気づいたんですね。で、それが腹筋ももちろんつくし、お腹周りをね動かさなきゃいけないので、自分の軸も探せるから、真ん中のね軸も探しつつも、気づいたら背筋も伸ばしてる状態なんですよ。こうピンってなってる状態。筋も使うから、もう結局いいことしかなくて、筋トレにおいて。でも好きな歌でやってるから全くじゃないんですね。もちろんそうですね、ベリーダンスやるときはお腹に力を入れるというか、ぺったんこな状態で行うようにしてください。気づいたら腹筋もねちょっとできるような気がします。意識、マインド、習慣の3つをね一気にギュッてまとめたものになるんですけど、まずは体重計に乗らないですね。やっぱり見た目重視だし、私は体重計に乗っていた時期もあったんですけど、太ったら太ったでストレス溜まって食べるし、痩せたら痩せたで、なんと面白いことにずっと我慢してたから今食欲あるし、で痩せたから食べてもいいんじゃねっていうような考え方ができてしまって、結局食べるのね、私は体重計乗ると。だからあんまりおすすめしないかな。食べ過ぎに関しては食欲お化けみたいなのがいるじゃないですか、たまに。で、それは3日以内というか3日まで許してますね。だいたい次の日はリセットですけど、無理はしすぎない。僕への執着を減らしつつ、食事をですね、健康なものとか料理とか食を健康的なものに変える。鶏胸肉も痩せたいから食べるっていうよりかは、タンパク質を取りたいから食べるとか、肌にいいから食べるっていう言い訳で結構トマト食べようとしたりして胃を満腹にさせるじゃないけど、そうやって考えるようにはなりました。韓国アイドルとか、女優さんとか有名人とかを目標にイメージダイエットでねモチベにする方多いと思うんですけど、私は自分自身をねモチベにしていました。なんか自分を別に画像で加工するっていうとかそういうわけではないんだけど、純粋に自分が、こんな服着たらめっちゃかっこいいだろうなみたいな、そういうシンプルな考え方ではあるんだけど、それにねとらわれすぎず、水に関しては1リットルから 1.5 リットルね飲んでほしいですね。やはり習慣としては早起きをする。早起きにもメリットがあるんだけど、早起きするとね夜すぐ寝るじゃん。だから結局夜食っていう選択肢が1個削れるわけなんですよ、早起きすることによって。だからそういう意味で早起きをしてほしいし、早起きした時にメリットもね絶対得れるはずなんですよ。もうこんな時間あるんだ一日っていうぐらいありがたみを感じているので、食をね食べてしまうっていうその選択肢を出すためにできるだけ早起きをしてほしいですね。背筋をね常に伸ばしてほしいですね。ウォーキングの時とかにね、ぜひ重力に逆らっているような状態というか、すが先輩みたいな感じを意識してもらってね。私もなんだかんだ猫背だったんですが、反り腰にならない程度に背筋をピンって伸ばして常にいてほしいです。そうするとお腹にも力が自然と入っているし、綺麗に見えるし、無駄な部分ないですし、胸も下がってこないし、いいこと尽くしなので、ぜひ背筋を伸ばすっていうのをね試してみてください。質問を返していきたいなと思います。食べることがストレス発散になっていて、なかなか食事制限ができません。まずはストレス源を探してほしいですね。それは食事制限をしていることがストレスなのか、それか学校だったり生活にストレスを感じているのかっていうのを考えてほしいかなと思います。ダイエットが原因だったら制限リミットをですねちょっと緩くしてほしいですね。そしたらご飯食べているものが極端すぎるのかもしれない。ちょっと制限かけすぎてるのかもと思ったら、緩くリミットを外してもらって、でそんなになんだよなっていう場合は、これは私がダイエットしててメンタル面で学んだことなんだけど、ストレスから来る食欲は9割方解決しないんですね。問題解決できないっていうのを知ったんです。
9割のうちの1割は食べた瞬間の美味しいって言ってストレスを忘れて1割は解決できているかもしれないけど、残りの9割って大体そのまま現状維持なんですよ。問題解決してないっていうようなことがあるので、そうやって考えてみるのも大事なのかなと思いました。お腹いっぱいになる美味しいご飯を教えてください。鍋ですね。今は1人前意識してるけど、鍋始めた当初は純粋に美味しいから野菜と豆腐を永遠に食べてたね、記憶があります。続けられる方法、一番大事だと思います。これはダイエットに限らず、自分が反動を起こさないギリギリのラインをね攻めてもらって、結果がね出るのとか見た目に出るのも長すぎると待てないのね。ちょっと結構過酷、なんか私にとっては鍋もね結構シビアというか過酷というかではあったの。もうその見た目の結果も早かったの、割と早かったから続けられたんです。ギリギリのラインを攻めつつも継続できるラインを探し、それを継続して行う。でそれを待ってほしいですね。おすすめなのが、今その鏡に映っている自分の状態の体を2週間前の食事と生活で成り立ったものとして考えてほしいですね。だから今ウォーキングだったり筋トレだったり食事だったり何かしら頑張ったのは2週間後3週間後に出るって思ってほしいんですね。今の姿は 2,3 週間前の自分の食事と生活全てが揃った時の私で、今ここで頑張れば 2,3 週間後にはこうなっているだろうっていう期待とね、期待を込めてダイエット習慣を頑張っていただくと続けやすいかなと思います。チートデイはやっぱりないですか？チートデイはねない。もともとねそのダイエットねそれこそうまくいかなかった時はあったんですよ。でそれはダイエットしてた時の食事が極端に少なかったから。もっと食べてなかったんですよ実は。なのに太ってたね。もうおかしいじゃん普通に考えたら。でもね必ずチートデイっていうのは週に 1,2 回はあったので、そこで全部リバウンド、全部が帰ってきましたっていう感じだったわけだから、チートデイっていうチートデイっていう日を設けないと続かないダイエットはあまり続かないし、短期的にはいいかもしれない。写真を撮る予定があるとかそういう時はやってもいいけど、一旦痩せた自分を一生この体型にしていきたいってなる場合だと難しいかなと思います。だから私も鍋も食べるけど、今は鍋ずっと食べてるかって言われたら一人前をね意識しておかずを食べるようにしたり、ご飯もそのまんまですねとか、そのまんまの部分もあるし変えたりする部分もあるし、今は割と揚げ物も食べたりもするけど、ちゃんと夜はね食べないとかそういうね意識はするようにしていました。毎日忙しいので時間をあまり使わないダイエット法とコンビニ食を教えてほしいということなのですが、まずストレッチとかは私してなくて、っていうのも足がモヤモヤとかめっちゃした時にしかストレッチはしていない。なのであんまりダイエットっていうのはしていないんですよ本当に。だから本当に参考になるかわかんないんだけど、コンビニ食に関してはローソン、私がナイトルーティーンでも出したトマトのね、チキンとトマトのガーリック煮みたいなやつがめっちゃおすすめで、あそこら辺のねシリーズがなんか2つ3つぐらいあった気がする。あとキムチ鍋とかがミニサイズでねおかずあったりするから、そこら辺をね食べてほしいかなと思います。朝私のナッツの食事が難しいっていうか少なすぎるっていう方は、ヨーグルトにバナナ1本分入れて、でナッツに蜂蜜かけて食べるとめっちゃ美味しいしおすすめです。ぜひやってみてください。コンビニ食に関してはお昼ご飯だったら、私が考えるお昼ご飯はそういうキムチ鍋とかそこのシリーズプラスおにぎり1個とかそんぐらいですかにお味噌汁つけて、納豆とかキムチとか食べれたらいいかなっていう感じですけど、無理だったらお腹すくなと思ったら唐揚げくんとか別に食べてもいいけど、全部は食べないです私。 1,2 個ぐらい食べてもう満足したら友達にあげるっていうね、シェアできるね心があると大きいかなと思います。利用しろって言ってるわけじゃない、なんて言うんだろう、全部をね自分のものとね捉えてたの、ダイエット成功する前は。でも今は美味しいものはみんなにシェアしたいって思えるようになったから、心のゆとりじゃないけどもうね、ダイエットにおいて成功する秘訣かなと思います。貧血とかにはならなかったのかなという質問にはなるんですけど、
もともと貧血はひどくてうーってなっちゃうんですね、体が。だからダイエットしてて極端にひどくなったっていうことは全くなかったですね。習慣化してたから、一回外出ないと私ちょっと病んじゃうんですねメンタルが。特に課題とかカチ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 ってやっていると頭もパンクするし、で YouTube 編集もしていたらやっぱりずっと画面見てるから、体というよりかは頭の中がパンクしちゃうから、一旦それを落ち着かせるためにも外に出るっていうような習慣があってウォーキングしてたんですね。だから YouTube もいい例だとは思うんだけど、趣味を見つけるとそっちに没頭する時間ができるから、ダイエットはね成功しやすいかなと思います。趣味だったり食を忘れるほどではないけど、食より大事なものって言ったらあれだけど、結構暇で食べちゃうことも多いと思うから、ぜひ大事だなと思うものをね探してみてはいかがでしょうか。って紹介してなかったですけど、サプリも飲むことも大事です。体にもいいですし健康にもいいし、プラス水をガブ飲みしなきゃね玉薬飲めないんで、そういう理由付けですね。水を飲む習慣としてサプリもぜひ取ってください。ほんと一石三鳥ぐらいしたい人間なので、水を飲むためにサプリを取るみたいな感じでやっていただいてもね全然いいかなと思います。ということで今日はダイエットというか私が急遽痩せた方法についてご説明しました。ぜひ参考になりましたらチャンネル登録といいねですね、ぜひしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。何より自分をね愛してください。どんな姿であれあなたは美しいですし、マイナスに思ってほしくないです。自信がある姿が一番可愛いのでね、自信を持って一日過ごしてくださいね。Love ya. Bye.